いい感じに動いて、連続で打てています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はリボルバーキャノンを作ってみようと思います。しっかりシリンダーを動かして装填して強力な弾を発射したいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは威力の高い弾作りからですね。どうせなら着弾後に爆発する弾にしたいので、水晶とタングステン、火薬とトランジスタ、コンデンサを使って衝撃を加えると爆発するようにしました。先端のタングステンの刃を水晶よりわずかに伸ばしているので、タングステンでの大ダメージを与えた後、爆発してくれるんじゃないでしょうか。早速発射すると、ダメですね。発射用の火薬が多すぎて、コンデンサが壊れてしまいました。ギリギリ発射できるようにすることで、なかなかのダメージを与えましたが、爆発しません。そこで、先端に近いところの水晶を増量してみます。こちらを試してみると、爆発しません。水晶の方を前に出すと爆発はしますが、タングステンの刃が当たらないので、威力はかなり落ちるんですよね。発射後すぐに爆発させようと、火薬とつながる部分を水晶にしても、水晶は発電しなかったので、ここはシンプルに松ぼっくりのかけらを使った導火線式の次元進化にします。これなら発射後一定時間で爆発してくれるので、タングステンでダメージを与えた後、爆発してくれるように調整していきます。発射用の火薬の隅に着火するための松ぼっくりのかけらをつけるのが弾に引火させるコツです。今度はちゃんと当たった後に爆発してくれました。弾はこれで OK として、次はこちらの弾を装填するシリンダー作りです。ベアリングのガーリンはよく見ると十二角形になっているので、こうやって一つ橋に棒をつければ結構綺麗に6つ並んでくれます。こちらにさらに棒をつけて、弾同士が誘爆しないくらいの大きさのシリンダーを作っていきます。火薬を囲んで誘爆を防いでいるので、普通に扱えるレベルの大きさでも、誘爆の問題はないみたいです。こちらに弾をフル装填して、誘爆せずに全て発射できるか、試しておきましょう。これなら問題なさそうです。ここからは、シリンダーを適度な速度で動かす仕組みを作ります。こんな感じで補修材のかけらをぐるっと一周貼り付けたら、モーターの先にさらに小さい補修材のかけらを螺旋状になるように貼り付けていきましょう。ちなみに補修材を使うのは、ゴムだと摩擦力が強すぎて、歯車には向いていないからですね。よし、螺旋状のオームギアができました。こちらをこうやってぐるっとつけた歯車と噛み合わせることで、ゆっくり回転させられますし、オウムギアの特徴として回転させるのをやめれば、その位置で回転がストップしてくれます。この特性なら、リボルバーキャノンにぴったりですね。あとはこちらに、前回の自動運転車でも活躍したコンデンサと水晶を使ったプログラム装置をつなげます。水晶の数を調整して発射した後に自動で一定時間、オウムギアが回転して、次の弾が装填されるようにしましょう。各弾にゴムのかけらを追加して、一発ごとにストッパーで止まるようになっています。よし、とりあえずできたので、発射してみると、なるほど、動こうとはしていますが、噛み合わせが悪いのか、途中で止まってしまいます。オウムギアで回すのは、なかなか難しいみたいですね。それでも、シリンダーを回す時間や歯車の噛み合わせ、オウムギアの長さなど、いろいろと調整して、なんとかまともに打てるようにしていきましょう。何度も失敗しながら、挑戦を続けていくと、
手に持ったまま、一発ずつシリンダーをゆっくり動かして発射することができています。そのまま撃ち続けて、6発全部発射することができました。威力も問題なさそうですし、これでリボルバーキャノンは完成です。カメラの近くで撃ってみると、最初は順調かと思いましたが、途中で壊れて弾が落ちました。どうやらベアリングの起源によるのか、発射に失敗してしまうこともかなり多いみたいです。それでも、何度もやり直しながら、発射し続けることで、いい感じに動いて、連続で撃てています。ホームギアのおかげで、ゆっくり音を立てながら動くシリンダーが、なかなかかっこいいです。では、いつものように、巨大な木から撃っていきましょう。距離が遠すぎるのか、木の葉っぱを狙って撃つと、途中で弾が爆発して、うまくダメージが入りません。上を向けると、松ぼっくりの導火線の引火速度が速くなるせいですね。それでも、なるだけ近づいて撃つことで、葉っぱの一つは破壊できました。今度は木の幹の部分を狙ってみると、これならちゃんとダメージが入りますね。このまま撃ち続けて、イオンの木を破壊することができました。そして、ドローン工場の壁を狙うと、高威力の射撃がバシバシ当たって、簡単に破壊できました。水平方向の相手なら、少し距離が空いても問題ないみたいです。続いて、風力発電機を狙ってみると、なかなか当てることができません。それでも、当てることさえできれば、よし、一撃で粉砕できました。さすがリボルバーキャノン、なかなかの威力です。それでは今度は、こちらのザコキャラの大群を狙って、リボルバーキャノンで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。砕け散れー。途中で爆発する弾が効果的にザコキャラたちを吹き飛ばしてくれています。そんなに火薬の量は多くありませんが、軽くて柔らかい敵を殲滅するにはちょうどいいみたいです。威力もあって、なかなか万能な武器ができたんじゃないでしょうか。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。照準器はついていませんが、ある程度狙いを合わせれば、それなりに大きな弾と爆発で、前の敵を吹き飛ばすことができました。弾が詰まるトラブルはよく起こるので、手で回して対応しましょう。それでは最後は、イエロースライムに効くように、それぞれの弾に銀の刃を取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いきますよ。発射先端を銀の刃にしても、ちゃんとダメージが入って、巨大スライムを苦しめています。そのまま容赦なく撃ち続けることね。やったー !2451 ダメージ巨大スライムを倒しました。その高い威力のおかげで、意外と普通に倒せてしまっています。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。